あれはい、ババンババンバンバアビバビバビバリババンババンバンバアビバモノババンババンバンバアビバビバビバババンババンバはービバモノ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと、鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、グレーのぐっちゃん、白黒のくたくん、白茶のゆいさん。画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。北海道さん、ジャスティス。ドラえもんの本、漫画を何回も読み返したことのある北海道さんです。はい。私も漫画の本だったら読み返したことがある本はあるかなっていうね、感じですね。で、一日以降、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では行きますよ。せーの。ジャスティース、クタンジャスティース。今日は塩入りのお湯。今日もお湯がなくなっちゃったので、さっき沸かしたお湯なので、まだ熱い状態なので、塩入りのお湯。また塩をたっぷり入れてしまったので、ちょっとしょっぱいかな、みたいな。北海道さん、ジャスティース。ヨシさん、ジャスティース。てんたまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。はい。何話す何から話す今日は4月の10日か。10日か。はい。だからなんだ。あれ今日だったっけあれ昨日弁当の日。
駅弁の日あれ今日駅弁の日あれわかんなくなっちゃったぞ。まあ、どっちでもいいか。今日が、4月の10日で、岸田さんがアメリカに爆弾買いに行った日だったっけで、あとは、なんだ水曜日で、今日は、昨日が雨で洗濯しなかったからね。今日は朝から洗濯しなきゃと思って、洗濯を始めたけど、まあ今日は寒くてな。なんかあんまりそんなに洗濯日和っていう気もしないけど、みたいなね、感じで、なんか騙された気分で洗濯をし始めたよっていう感じ。テンタマさん、藤子さん、皆様、こんばんはは読んだんだけど、読んだんだったっけはい、ゆりたんが来た。はい、緊張の、夏。はい。いい。強行手段に出ました。ね。汚れちゃってるね。ね。毎朝洗ってるけどな。毎朝洗ってるけど、だから最近朝になるとさ、お風呂入れられると思ってね、逃げちゃうんだよね、言ったらね。びっくりしてね。怖がって逃げちゃうんだよね。何なの何の匂いがするんですか？めちゃくちゃ匂いを嗅いでますけど。なんなの、ぐーちゃんも。なんで何が起きたの？何が起きたんですか？あれ。なんだすごい匂いを嗅いでいるけれども、どうせ君たちというか、ゆりたんのおしっこの匂いだと思いますけど、あ、ちょっと待って。はい。違うのかな？油断してるとさ、するから、どうなの？考えちゃう。はい。北海道さん、日本一周のスタンバイ、OK ですか？北海道さん。ところで、たけしは今どこにいますか？玄関にいますよ。てんたまさん、自分も小学生の頃、さようならドラえもんと帰ってきたドラえもんは何度も読み返しました。へえ、そうなんだ。さようならドラえもんと、帰ってきたドラえもんなんてあったんだ。北海道さん、てんたまさん、宿は取りました。飯を食うところがわからん。まあ、飯食うところぐらいはおそらくあるんじゃねえのかなんかしらって思うけどな。北海道さん、てんたまさん、自分はドラえもんの漫画に出会ったきっかけが、1年生の誕生日プレゼントでした。しかももらったのが7巻と13巻があるよな。北海道さん、藤子さん、あわわ。てったまさん、北海道さん、自分は友達の誕生日プレゼントに6巻を送ったら、その友達は全巻それました。そうなるよね。やっぱりそうなるんだな。北海道さん、てんたまさん、それは確か、8巻でしたっけ？さようならドラえもんと、帰ってきたドラえもんの話のところなのか、そういう本が別にあるわけじゃないんだね。そう、だからハエがいるなと思ったわけさっきさ、なんか黒いでかいハエが入ってきたと思って気になったんだけど、気のせいだったかなって思うぐらいに、全然姿が見えなくなったなと思ったんだけど、また今いた気がしたからな。まあ今日もね、窓開いてたからっていう感じがな。今日はそうだからベランダ仕事をね、ちょいとしましてっていう感じ。今日は種まきをしたんだよね。なので、
ベランダ仕事をしたんで、またね、もうなんなんだろ、あいつら。窓を開けるとさ、もうすぐ入ってくんの。だいたい4匹 ?3、4匹入ってくんだよね。で、いつも同じところでぐる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 ブン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 やってるわけ。もうなんでなんでわざわざうちに入ってくんの？外でやればいいじゃん、それみたいなさ。なんでうちの中でいつもやるんだろうねみたいな感じね。だからいつも同じ奴らが入ってきてると思うんだけどさ、何なんだろうな。出てくまでずっと開けてんだけど、全然出てこないから、最終的には強制的に暴れてさ、はい、出て出てみたいな感じでね、出さして、でも大概部屋の中にまだね、1匹ぐらい残ってんだよね。もうまだいる、しつこいみたいな感じになるんだけどさ、なんかそれとは違う、普通にでっかい、なんかハエがいたような気がしたんだけど、気のせいかね。なんか飛んでるの見えるんだな。てんたまさん。さようならドラえもんは6巻で、帰ってきたドラえもんは7巻ですね。へえ。北海道さん、これから初夏を迎えますが、ハエとか蚊が増えそうですよね。何か対策をしていますか？てんたまさん、今日はゆりさん早かったですね。おしっこではなかったみたいだけど、寝てる。もう寝てるな。北海道さん、てんたまさん、ナイスです。そう、揃えるってね。そう、だから、宗志郎さんな。まあ、私が推してた宗志郎さんが、小学校のバザーだったかなで、ブッダの漫画を何巻だったっけなが売ってて、一冊だけ売ってて、で、それをなんとなく、買ったらしいんだよね。で、それを読んだらドハマりして、でね、全巻揃えたくなって、お小遣いを貯めてね、ぼちぼち揃えて、で、全部読んだ。で、それが自分のね、バイブルっていうのかなになってるよっていう話がね、ありまして、なんかその話を思い出したな、今日のエピソードな。そう、なんかね、火の鳥が、なんかね、全然手塚治虫の漫画全く知らないわけよね。私全く知らないんだけど、なんか鉄腕アトムも終わりがわからないとかっていう話を今日聞いたんだったっけな。で、へえと思って、なんか物語的にはね、そんな感じでさ、なんか宗志郎さんがハマっちゃうぐらい、なんか面白い話なんだろうからね。なんかちょっと今だったら読めるかなみたいな感じで、興味が湧いてきた感じだけどさ、今更ね、火の鳥なんかはさ、本当学校の教室のさ、後ろの本棚っていうのにね、大概なんかあったりとかして、で、男の子たちはよくさ、手塚治虫の本はさ、読んでたりとか、するんだけど、入んないの書いたのちゃんの。はい、入った。ね。で、大概男の子たちが読んでんだよね。で、まあ、絵的になんとなく、好きじゃなかったんだよね。だから読んでなかったんだけど、なんかね、話の内容は人から聞くとね、なんかちょっと興味深いな、みたいなところがあって、ね、鉄腕アトムなんてどういう話だったんだろう、全然知らなかったんだ、そういえばと思ったんだけど、なんか、ウランを持ってて、で、それで、動いてるのが、鉄腕アトムっていうのは。で、爆発するのかなみたいな感じで、なんか最後わかんないみたいな話してたんだよね、今日ね。へえーと思って、どんな話なんだろうと思ってさ。なんかちょっと興味あってね。北海道さん、宗志郎さん、全然漢字が違うけど。全く感じが違うけど。北海道さん、ブッダ。天玉さん、手塚漫画は何巻から読んでもハマる。あ、そうなんだね。
じゃあ、今度図書館で借りてな、あるかな。まあ、多分あるよね、手塚治虫だったらね。手塚治虫で検索すればいいのか。今日はね、図書館に本返しに行ったんだよね。この前の借りてきた本さ。でね、図書館行ったら焼き芋買わなきゃと思ってさ、今日も焼き芋買うつもりでさ、で、今日は買い物に行ったわけよね。なんだかんだとさ。でね、でもほら、焼き芋買わないといけないし、みたいな感じで。で、最後にね、焼き芋買うかと思ってさ、図書館に、帰りに寄って、で、ね、なんだっけ、焼き芋を売ってるお店に行ったら、今日は焼き芋売り切れだったんだよね。買えなかったんだよ。買えませんでした、とほほっていう感じね。北海道さん、天玉さん、そうそう、あ、そうなんだね。北海道さん、そうそう、なんとなく思い出しました。天玉さん、自分は三つ目が通るの発刊あたりから手塚漫画にハマったです。あ、そう。24時間テレビだったっけ？なんか24時間テレビでさ、1時間だか、もっとだったっけ？アニメの時間があったじゃんか。で、それはまあ一応見てたかなっていう感じなんだけど、その時に、三つ目が通るってやってたと思うんだよ。だからそれは見たかなっていう感じね。漫画では読んでないんだけど、その手塚治虫のアニメだっけは、まあそれで何かしら見たことはあるかなっていう感じはするけどな。北海道さん、宗志郎さん、ごめん、漢字わからない。お惣菜の惣に、志に、違う、志じゃなくて、なんだっけ、博士じゃなくて、士業とかって言うじゃんか。それの詩だったと思ったけどな。で、ろうだった気がするけどな、違ったっけ。北海道さん200円。図書館は焼き芋なの。図書館の、そばに、焼き芋を売ってるスーパーがあって、で、スーパー、うちの近所のスーパーなくなっちゃったのよね。だからそこで焼き芋をいつも買ってたんだけど、買えなくなっちゃったんでさ。で、そこに行くことがあんまりないんで、その時は買わなきゃと思ってたんだけど、残念ながら今日は売り切れで買えなかったんですよ。ヨッシーさん、確かに24時間テレビで三つ目が通るやってましたね。ね、やってたよね。20年くらい前ですよね。20年で、聞くかな。だって、私が多分、親の家に住んでた子供の頃だと思うので、20年じゃ聞かない気がするんだけどな。てんたまさん、24時間テレビは、マリンエクスプレスで、三つ目が通るの、シャラクくんが活躍しますね。全然わからない。全然わからない。ヨッシーさん、ナイスパー。ナイスパー言うの忘れてた。ヨッシーさん、ナイスパー。ナイスパー。ありがとうございます。てったまさん、北海道さん、ニャンスパ。ヨッシーさんも詳しいですよね。ね。ヨッシーさんも詳しいよな。北海道さん、ヨッシーさん、あざす。で、なんだっけ、三つ目が通ると、火の鳥とブッダと、あとなんだったっけ、鉄腕アトムの話したのか。でね、手塚治虫は虫が好きで、で、自分の名前にね、虫っていう字をね、使ったっていうのでさ。で、以降覚えてるのが、あの、その虫の絵を描くんだよね。すごい上手なんだよね。虫の絵はすっごい上手なんだけど、ただ色がね、どうしても、違うなっていうので、その赤っぽい色でね、自分の血の色で塗ってね、なんかそれがちょうど
いい色だったみたいで、自分の血の色でなんか色塗ったりとかしてるっていうエピソードが、なんか子供心に怖くてっていうのかな。なんか痛そうなのが嫌なんだよね、痛そうな話がね。で、みたいな感じでね、ちょっと嫌だみたいので、覚えてんだよ。みたいな、感じかな。北海道さん、先日、東京で強風に見舞われたニュースがありました。藤子さんは大丈夫でしたか？そういえば最近、強風がさ、多すぎるよと思ってさ、ね、洗濯物がすっげえんだよ。で、昨日も強風でさ、で、ずっとさ、なんだっけ、ソーラークッキングな。ソーラークッキングの装置そのままにしてあったんだけど、さすがに昨日の強風でね、まあずっと外に出っ放しなんでさ、経年劣化というか、劣化もしてたところに昨日の強風でさ、さすがになんかもうぶっ壊れたみたいでさ、さすが100均クオリティみたいなな。もう壊滅的になってるみたいな感じなのでね、今年の夏またソーラークッキングをやるようだと、ちょっと新しく装置をね、作り直さなきゃならないなっていう感じ。で、まあ別に私は平気なんだけどさ、その今日もさ、ベランダ仕事してたじゃんか。で、今日は、バケツコンポストね。バケツコンポストがさ、暖かくなってきちゃったんでさ、蓋がないわけよ。だからね、虫が湧くとちょっと嫌だなと思ってね、早いところ、なんだ、分解してくれないかしらと思ってどうしたまっちゃん。こっちか。こっちなんだけどさ、今、ゆりたんこっち寝てるからさ、入れるかいね。でさ、ここにさ、私の足があって、そこにたまちゃんがいるんでさ、入れる場所ないと思ったけど、入ったな。さすが猫だな。どこでも入れるな。何の話してたんだっけ？バケツコンポストね。で、植木鉢というか、プランターね、ちっちゃいプランターが4つ残ってたわけよね。で、まあ、土の量が少ないから、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいいんだけど、なんて思ってね。じゃあ、そこに今日はなんか種まきするかっていうのでさ。で、鉢底石の代わりに、この前買った、もみ殻くん炭を敷いて、で、その上にバケツコンポストの土を入れて、で、この前買ったカルス NCR っていう、菌をね、入れて、で、その上に本当は餌になる、もみ殻じゃない、米ぬかを入れなきゃいけないんだけど、米ぬかと、あと何だったっけな、なんか入れなきゃいけないんだけど、それはないのでね、で、しょうがないから、もう身柄くんたんしかうちにはないから、それで何とかしてくれっていうので、またさらにもみ殻くんたんを上にかけて、で、もう栄養がなくなった土をね、まとめてあって、それの残りがあったんで、で、それをかけてね、けどまだちょっと土が足りなかったんで、ただ幸い培養土が少しまだ残ってたんでね、で、それを入れて、まあちょうどいいかなっていう感じになって、で、そのカルスはね、もうすぐに種まきしちゃっていいんだよね。なので、なんか種まきしちゃおうなんて思って、まあそんな作業してたんだけどさ、まあ風が強いわけよ。だからここのとこずっとそういうさ、ベランダ作業をさ、するんだけどさ、まあ風が強くてさ、飛ぶからさ、ちょっとみたいな感じで。だから今日も日陰でっていうのかな、その壁があって、ね、比較的風の影響を受けないところでね、狭いところでさ、まあ別に狭さはどこでも変わらないはずなんだけど、なんとなくね、壁に囲まれてると狭い感じがするんだけど、そこで一生懸命今日はベランダ作業をしてましたよっていう感じね。で、蒔いた種が、もうね、結構いくつかあったんだけどね。で、3月、4月か。4月種まきで、ふさわしい種を集めて、どれにしようかっていうのでね、
検討しておりまして。で、今年は植えたいなと思ってたパセリとね、パセリと三つ葉か。三つ葉をね、種まきしたいなと思ってたんで、まずそれじゃんみたいなね。で、あと2鉢どうしようかなと思ったんだけど、スイカがね、何気に今種まきの時期だったんだよね。で、あ、そうかと思って、ちょっとスイカは外せないと思ったんで、スイカは植えっかと思ったんでね、あとの2鉢はスイカにしてみたみたいなね、今年もスイカはなるんでしょうかっていう感じでございます。どこだっけ。あざす、北海道さん、先日、東京で今日読んだ。てんたまさん、24時間テレビの手塚アニメ第1作が、マリンエクスプレスで、1979年放送なので、45年前ですね。第1弾は、45年前で、マリンエクスプレスっていう、その手塚治虫の漫画があるのか。それは知らんかったな。ね、北海道さん、100均買えそうですよ。100円でもね、お金かけてるところが私ってすげえって感じなんだけどな。北海道さん、プランターって良いですよね。令和でもプランターを知ってる人いるのかなあ、プランターって今ないの？プランターって今ないんだ。そら知らんかったな。参ったね。年齢がバレてしまう。はい。チャムリーさん、てんたまさん、アニメ詳しいですね。ね、てんたまさんは詳しいよね。北海道さん、黄砂で被害ありましたか？ああね、あったのかもしれないけど、ほら、私、車乗ってるわけじゃないからさ、黄砂で被害あるのって、車乗ってる人じゃないって思うんだけど、あと他に黄砂の被害って何がある？てんたまさん、チャムリーさん、明治、創刊から読んでました。明治っていう本に手塚治虫の本が、漫画が載ってる感じなのかな。北海道さん、パセリって皿に盛られても食べない人いますよね。そうそうそう。子供の時はね、なんか食べれなかったけど、今パセリ欲しいなって思う時あるからさ。でね、ベランダにパセリ生えててくれればさ、ちょっとだけね、使うことできるからさ、便利だよなと思って。で、子供の時はね、母親がね、パセリの鉢ね、植えてて、で、時々そのパセリ食べてたんだよ。だからその思い出があって、あ、パセリな、ベランダにあると便利だよなってずっと思ってたわけよ。で、ね、メルカリかなんかで種買って、で、あったんだよね。で、それがいよいよ巻き時になってきたかなっていう感じだったので、で、あと三つ葉ね、三つ葉も同じでさ、味噌汁とかにね、三つ葉入れるとさ、まあ、うまいじゃないか。途端に、途端に三つ葉入れると、まあ、うまくなるんでさ、ちょっと三つ葉欲しいよねと思って、買うと高いじゃん、三つ葉ってさ。まあ、買うのが正月ぐらいなもんでさ、正月だとやたら何でも高いんでね。まあ、それしか知らないから、なんか三つ葉高いってイメージあるけどさ、なんかわざわざ買おうとすると高いし、いつも売ってるわけじゃないしみたいなところがあって、だからうちに生えてたら便利だよななんて思ってね、三つ葉欲しいなって思ってたわけよ。パセリと三つ葉ね。なのでそれはぜひ植えたいなって思ってたわけよ。で、まあ、プランターの鉢の大きさ的にもさ、おそらくちょうどいいんじゃないかなと思ってな。で、そうで、いつもはシソを、巻こうと思ってたんだけど、なんか今、うちにあるね、プランターに、いろいろとね、なんだろう、雑草っていうのかな。自分が植えたのとは違うものがさ、生えてきてんだけど、で、スミレがね、
今年は咲きました。スミレが2鉢ぐらいね、咲きましたって感じなんだけど、なんか1個の鉢からやたらね、芽が出てるやつがあって、これなんだろうなと思ってたわけよ。で、他の鉢もほったらかしにしてたんだけど、どうやらそいつらがいろんな鉢にね、植わってるっていうのかな。なんか、芽を出してたわけよね。成長してたわけよね。で、最初はなんだかわかんなかったんだけど、だんだん暖かくなってきたからさ、急に大きくなってきて、で、あ、これ、もしかして、シソかと思ってさ、去年のシソのこぼれだね。なんかいろんなところに飛んだんだな、みたいな感じでね、もうありとあらゆる鉢からさ、シソが芽を出してんでさ、だから、じゃあ、シソは今年はわざわざ巻かなくていいやと思ってな。で、シソは今日は巻かなかったよね。感じです。明寿創刊。パセリ皿に盛られても食べないね。そうで、母親はね、よくね、塩かけてね、食べてたんだよね。で、私もさ、で、母親って結構美味しそうに食べる人だったわけよ。なので、それに騙されてよくね、間違ったものを食べることがあったんだけど。で、それ真似してさ、パセリに塩かけて食べてみたけど、別に塩かけてもうまいもんでもなかったんだよね。ただ、別に、料理にね、一緒にしちゃって食べる分にはね、子供の割にはね、好き嫌い割とない子だったんだよね。だからパセリも食べれたんで、私は食べてたけどね、料理と一緒にね。よしさん、てんたまさん。アニメージュ創刊からとはすごいです。アニメージュ。アニメージュだったのか。北海道さん、苦い。てんたまさん、よっしーさん、本当は出遅れて地元の本屋でバックナンバーで揃えて読んでいたのですが、チャムリーさん、アニメージュ創刊からすごい話なんだね。北海道さん、最近白菜も高い。8分の1で200円ね。昨日さ、白菜一玉2000円らしいよって話してたんだけど、で、今日買い物に行ったからさ、スーパーにも行ったんだけどさ、昨日言ってたなと思ったらさ、今日やっぱりさ、ちっちゃい白菜な、ちっちゃくてなんかもうしなびちゃっててっていうのかな。なんか前だったら見切り品にもならねえんじゃねえかぐらいな感じのさ、白菜がさ、238円かなんかそんくらいだったわけよ。一玉2000円超えてるよと思って。マジかーと思ってね、ずいぶん上がったねっていう感じね。だってついこの間、農協で一玉200円で買ったよねなんて思い出があったのにさ、なんでこんなに急に値段変わるかねっていうぐらいな、すんごい高くなったよね、白菜ね。で、なんか高くなってる野菜みたいの表、今日ちょろっと見たけど、それでいくと、なんか長ネギも高くなってるみたいなんだよね。いや、そうなんだと思ってさ。で、農協で最近ね、長ネギ見るんで、で、今日も農協行ったらさ、100円で売ってたわけ。で、最初4本ぐらいに見えたんで、だったらいいかと思って100円入れて持ったら3本だったんだよね。3本かと思って。まあ3本でもね、なんか長ネギ値段上がってるらしいから、まあ100円で買えるんだからね、いいじゃんと思って。で、持って帰ろうとしてな、片手に長ネギ持って。私は初音ミクかと思いながらさ、まあ、うちに帰ってきてな。で、長ネギ買ったと思ったんだけど、まあ、長ネギ買ったんだけど、白いところ、食べられる部分、だから普通の長さ的には普通の長ネギの長さしてるわけよ。だけど、食べられる白い部分がさ、もうこんな、もうほんの
ちょっとだったわけよ。あれと思って、ほぼ葉っぱだったわけよ。あ、なんだ、葉っぱ買ってきたなと思ってさ。やっちまったな。これ、なんかあんまりお得感なかったなと思って、しゃあないと思ってな。で、今日は長ネギを使った料理をね、急になんだかいろいろとしたくなって、結局買い物行くわ、なんだかんだと作るわ、食べるわ、みたいなね、感じの一日でございまして。にゃいスパ、ありがとうございます。てんたまさん、北海道さん、続、にゃんスパ。てんたまさん、チャムリーさん、昭和アニメは詳しいです。ね、そうだよね。昭和の時がアニメ良かったんじゃないっていうか、知らないか、その後はな。その後見てないから知らないな。そうだね。だから今時の若者だったらだっけ、ナルトとか、あとワンピースだとか、なんかその辺が、熱いんだったっけ。知らんけどな。なんか外国人に人気があるのはその辺だもんな。それも全然知らないんだよな。もしかしたらね、見たらハマっちゃったりするのかもしれないんだよな。だから私、ハマるとね、やばいんだよ。ほら、アスペだからさ。アスペだからな。だからもうハマるとこうなっちゃうんで、それがね、懸念されるんでさ、そうなっちゃうと何もできなくなるんでね、なかなかちょっと新しいことにね、手出したくないっていうのかな、そういうのがあるんだよな。えーっと、吉井さん、ナイススパ。てったまさん、白菜の供給の穴場ができてしまったらしいですね。なんか昨日そんな話題だったよな。北海道さん、そうそう、今は、冷凍を使ってます。初音ミクはわら。令和のアニメも良いっすよ。そうなんだろうね。アスペって何？アスペルガー。アスペルガーっていうことだね。で、あとは長ネギの話か。長ネギ。最初は、ご飯ね、薬飲まなきゃいけないし、と思って、でもお腹空いたし、と思ってね。で、昨日炊いたご飯の残りがあったんだったっけで、じゃあおじやにしようと思って、で、長ネギ1本とりあえず刻むじゃん。で、それで長ネギのおじやにしてね。で、この前買ったわかめがあったわけよ。あ、そうだ、わかめあったと思ってね、わかめも入れて、わかめと長ネギのおじやにして食べたんだけど、で、どうしたんだっけ。夕方ね、夕方。だからネギは今日は1個食べたからね、いいやと思ってたんだけど、急に、と思ってな、ご飯はとりあえず炊いたわけよ。夕飯食べなきゃいけないからと思って、いけないってなんかおかしいけど、食べたいだけなんだけどな。夕飯食べなきゃいけないしね、と思って、で、納豆を買ってこなかったんだよね、今日はね。なんか安くなかったんで。で、前買ってた、その3パック入りの納豆があれば買うんだけど、最近は国産丸大豆を使ってる納豆が2パックなわけよね。2パックで100いくらだったかなっていう感じで。で、その隣に3パックの、国産の大豆を使ってるやつがあったわけよ。で、それのどっちかを買ってて、で、30%引きのシールが貼られてれば、その2パックのやつを買ったりとかするんだけど、それどっちもない場合には3パックの方買ってたんだけど、それね、置かなくなっちゃったんだよね。で、その他の納豆ってさ、遺伝子組み換え大豆だからさ、ダメだ、これ、と思って。だんだん食べられるものがなくなってくるな、みたいな感じで。だからもうその2パックのね、国産丸大豆使ってる、納豆を買うしかないんだけど、今日は昨日食べたからいいかと思ってね、買わなかったんだよね。納豆なくてご飯炊いて、
おかずどうしようかなって思った時に、ああと思ってさ、なんかネギ味噌作ってみたいと思って、ネギ味噌をね、作り始めたんだよね。で、ネギってなんであんなに目が痛くなるんだろうか。まあ、ネギに含まれてる成分なんだろうけどさ。なんであんな、ね、玉ねぎだったらまだなんかさ、覚悟するけど、なんか長ネギって覚悟しないでさ、刻み始めて目が痛くなるんだよね。もう聞いてないよみたいなさ、ことになるんだよね。で今日も涙流しながらさ、ね、長ネギ一生懸命刻んで、しかもさ、ほとんど葉っぱの部分なんでね、葉っぱの部分もできるだけまあ、全部はね、ちょっとあれだから半分ぐらいね、刻んで、で、ネギと味噌だったら家にあるから、それでね、ご飯に乗せて食べれば美味しいんじゃないなんて思ってね、ネギ味噌作り始めたんだよね。で、夜はそれを食べましたっていう感じ。えーっと、北海道産内藤が高いのか。内藤、はい。内藤さんはモテモテなので、高いんだと思いますよ。あとは何の話だったっけ？長ネギと、今日は朝はコーヒーのお供に、またね、パンケーキ、昨日と同じな、米粉のパンケーキ、ココア味にしてな。ココアが今うちにはあるから、世の中チョコが高い、カカオが高いってね、大騒ぎらしいけど、私は備蓄用にね、ココアパウダーを、ね、購入してあったので、それが今うちにはありますのでね、それを使って、ココア味のパンケーキを作りまして、で、それにブルーベリーのジャムを塗りまして、で、それを食べまして、で、それ食べてるときはなんか、お腹いっぱいってことではないけど、満足したかなぐらいな気持ちになるんだけど、もうすぐね、その後1時間程度でお腹空いたって始まるんだよね。で、さっきのおじや作ったじゃんっていう感じね。で、食べたじゃん。で、ね、焼き芋買うつもりでいたら、焼き芋買えなかったので、ああ、お腹空いたなと思ってさ。で、クッキーね、米粉の、はったい粉と米粉のクッキーのね、元を冷凍庫にね、入れてあるんで、それを、出してきて、切って、焼いて、で、どうしたんだっけ？あ、ご飯炊いたんだったっけな。なんかね、そうそうそう、今日はいろいろとね、ほら、今まで寒かったからさ、煮込み料理っていうの体温めたくて、とりあえず何でもね、野菜スープにするみたいな、そんな感じだったけどさ、さすがにそこまでね、今日はちょっと肌寒いといえば肌寒いけど、そこまで寒いわけではないんでさ、なんか最近炒め物が増えたわけよね。で、フライパンを使いたくて、なんかフライパン使うように、今日何回も何回も洗い物してた気がするんだよね。そうで、チャーハン作ったんだ。米炊いて、で、半分はおじやにしたのか。で、半分は、じゃあね、チャーハンにすっかと思って、ごま油でね、卵とご飯を炒めて、醤油味にして食べて、で、どうしたんだっけ？あと炒め物。朝フライパン使ったのはパンケーキじゃん。で、その後チャーハンじゃん。で、あれか、ネギ味噌か。ネギ味噌を炒めるのに使ってみたいな感じでね。なんか、だから、冬場はさ、油も使わないし、フライパンも使わないんだけど、ね、途端に寒くなくなるとさ、この前ほら、キャベツの刻んで炒めてさ、ごま油で炒めて醤油で味付けたやつ食べたりとかって始まったじゃん。そっからさ、なんか炒め物増えたよね、みたいな。なんか油の消費が増えたよな、みたいな感じ。だから油はもう備蓄しなくてもいいかなと思ったけどさ、まあこの調子で消費していくとちょっと足んないかもしれないね、みたいな。なんかそんな気分になってきた。
今日この頃でございます。てんたまさん、チャーハン食べたいね。たまにね、食べたくなるよね。今日も食べたくなったんですよ。でさ、今、うちで使ってる玄米がさ、すごい不思議な玄米っていうのかな。なんかね、見た目にも味もっていうか食感もっていうのかな。がね、すげえごまみたいなんだよね。白ごまみたいな。だから白ごまだとまあちょっとちっちゃいから、少し大きい白ごま的な、なんかそんな感じの玄米なんだよね。見た目的にもさ、なんかいりごまみたいな米でさ、なんでこんななんだろうなって思うんだけど、ね、で、それをさ、あの、チャーハンにして、まあ、玄米だからさ、チャーハンにするのにさ、ちょうどパラパラだからね、いい感じじゃんっていうので、で、それでね、醤油と胡椒で味付けて、どうだろう、旨味になるもの何も入れてないけど、どうだろうなって思いながら食べたけど、まあ別に普通に食べれるなっていう感じで、食べましたよ。はい。チャーハン食べたい。北海道さん、チャーハン食べたいです。今、玄米を水につけていますそうで、今日は玄米を水につけるのどうしようかなと思って、一旦ちょっとね、何も今してない状態なんだけど、ね、どうしようかなっていう感じ。だから明日本当はほら、お花見お花見に行こうかと思ってたけど、ただね、弁当を作ってから行くんだと、なんか時間かかりそう時間かかりそうからどうしようかなと思って。弁当は弁当でまた別の機会にして、お花見とね、セットにするのやめようかなとか、今考え中なところでございますよ。なんかね、お花見はまあ、行ってもまあいいかとは思うんだけどさ、弁当を作ってからはさ、なかなかめんどくせえなと思って。ただ一応やりたくなった時用に、今日はね、そう、今日さ、キャンドゥ行ったわけよね。100均に行ったわけよね。行ったんだけどさ、A4 の封筒がないって言ってたじゃんか。A4 の封筒がない現象が起きてる気がするんだけど、気のせいかいってさ、なんか前に吠えたと思うんだけどさ。で、相変わらずやっぱりね、A4 の封筒が手に入らない状態だったんだよね。で、さすがにね、もう A4 の封筒がないと、ちょっとね、代わりのものでなんとか今までね、対応してたけど、さすがにもうちょっとしんどくなってきたぞっていうのでね、そろそろ欲しいぞと思ったんだけど、やっぱりなくて、で、しょうがない、キャンドゥで買うかと思ってさ、キャンドゥ行ったらさ、ないんだよね、やっぱりね。あ、ないよと思って。A4 の封筒がない現象、やっぱり起きてるなと思ってさ。やべえと思ってね。しょうがないからもうと思ってさ、今日ほら4月の10日で、なんかポンタの日だったっけポンタの日じゃない、ローソンかなローソンのなんかね、カードで支払うと、ポイントが何倍とかいう日だったんだよね。だから、あ、そうだと思って。ローソンで買うかと思ってしょうがないからね。なので、だいぶそれもさ、値段上がった気がするっていう感じ。まあ、A4 の封筒がいくらだったかっていうのはあんまり覚えてないんだけど、前その A4 じゃないさ、ちょっと幅広の封筒っていうのがあって、で、それをコンビニで買ってたんで、ちょうどさ、200円ちょいぐらいだったんで、で、ポイントつくじゃん、200円以上の買い物するとさ。なので、コンビニで買ってたんだよね。だけど、今日は A4 の封筒がなんか300円ぐらいするのかな、10枚入りで。だから10枚で300円ってことはよ、1枚30円の経費がかかるってことかと思って。だからメルカリとかで、商品売れたとしてよ。でね、匿名配送でさ、送るじゃんか。そうするとね、配送料が200円だか210円だかかかるわけじゃんか。
それに30円の経費がかかるわけじゃんか。で、手数料が10%引かれるわけじゃんか。そうすると手元に残るのっていくら60円 ?40 円40円かみたいなね。もうほんとやっていけないな、これ、みたいなね。嫌になっちゃうよっていう感じになりましたね。北海道さん、ふやかしていて、明日炊こうと考えてます。そう、玄米、発芽させてからね。だから、発芽玄米は、意味ないから、それは買わなくていいんだけど、普通に発芽してない玄米を買ってきて、で、水につけて、で、ちょっとでもね、気泡ってなんか、出てるなっていう感じになったら、それは発芽したっていう状態なので、で、発芽したら、無毒化されるので、そしたら、炊けば大丈夫ですよ。だから明日発芽してれば、炊いて大丈夫だと思います。てんたまさん、明日くらいがお花見ギリですね。ね、そうだよね。また天気悪くなんだよね、そんでね。北海道さん、米とおかずを分けたら米とおかずを分けたら、北海道さん、今日 A4 の封筒を買いましたよ。どこで買ったのかな。てんたまさん、カラカラさんの動画で予習してお弁当を作りましょう。作るので、もう、やりきった感が出そうな気がするんだよ。その後ね、出かけるのめんどくせえな、みたいな感じになりそうだなと思ってさ。北海道さん、履歴書を入れるのに必要でした。北海道さん、ダイソーにあるよ。北海道さん、しかも、視覚証のコピーが、ハートで見えない。が、見えない。でした。はい。話や。ねで、なんだっけ、ダイソー。ダイソー行かなかったからね、ダイソーにはあったのかもしんないんだけど、だからそのキャンドゥのさ、封筒置き場っていうのもういろんなサイズのさ、封筒があるんだけど、もう見事に A4 の封筒だけがないわけよ。だから、これな、A4 の封筒売ってない現象出てるなっていうふうに思ってね、いるわけでございますよ。5円でした。5円でした。コピーが5円なんだ。すごいね。10円じゃないんだ。5円が入るのか。そりゃ、よかったな。そう。で、なんか、丸亀製麺で一口、なんか無料で配られてるみたいな、琵琶湖くんのさ、ショート動画で見たんだけどさ、なんかあったらしいじゃん。で、なぜなぜって思いながら、そんなのあったんだと思ってね。で、見てみたわけよね。そしたら、なんかね、1個オーダーしなきゃいけないからっていうので、ご飯を頼んだ。ご飯頼んだとか言ってさ、すげえな、徹底してるなと思ってね。もうどこまでもお金を使わないね、ネタっていうのだけどさ、徹底してるなと思って。ご飯頼んで、で、最初出てきた映像だとさ、そのご飯の横にそのもらった一口のな、うどんがあって、で、一口だけでね、少なすぎるみたいな話をしてたんだけどさ、で、その時にはさ、もうさ、そのご飯には、天つゆと天かすと、あと、なんだっけ、ネギかなんかがさ、乗せられて、なんかおじや状態になってたわけよ。だから最強だな、この人。メンタルすげえな。私よりすげえなと思って。さすがに私もそれは、まあ今の年だからかもしんないな。もっと若い時だったら全然できたかもしれないけど、今ちょっとこの年で、さすがにそこまではできねえとかちょっと負けたと思ったよね。えーっご縁でした。北海道さん、丸亀製麺。天玉さん、見た見た一口うどんね。なんでそんな今頃さ。
今頃そんなやってんだろうと思ったんだけどさ、ご飯最強だなと思ってさ、ちょっとそこが面白かったよね。北海道さんやばい。てんたまさん、丸亀製麺動画はご飯だけ注文して、天かすとうどんつゆおかわりします。動画がやばい、すげえな。メンタル最強だな。北海道さん、藤子さんも年齢を重ねたそうなのよ。なんか申し訳ないとかって思っちゃってさ、ほら、若くてね、もうお金ないんだからいいだろうみたいな感じでさ、もう開き直ってる状態の時とさ、で、さすがにほら、なんかね、経営者の苦労とかさ、そういうことまで知ってしまうと、なんか、それは申し訳ないみたいな気持ちになってきちゃうわけよね。おかわりしまくるんかい。さすがやな。というわけで本日も、竹縄くんではございます。竹縄くん竹縄くんでございますな。はい、いいお時間になりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。私の人生の目的は、私の笑顔で、私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな。はーい。いいと思う。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。